かぶじいさんより重大発表。皆様、この動画はかぶじいさんチャンネル通算100本目の動画になります。皆さんの温かい応援、コメント、ご意見のおかげでここまでやれてこれました。今後もかぶじいさんチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。今回のハイライトです。バンガローで一晩ゆっくり休んで、天気も最高、体調も悪くない出発。馬たちに癒されるのですが、何やら体に異変が。じいさんの体に一体何が起きてるんだ？さらなる試練が襲います。とうとうツーリングを断念するのか？どうなるかぶじいさん。はい、おはようございます。バンガローで6日目の朝を迎えました。ゆっくりぐっすり眠れた気がします。腰痛いけど頑張ろうって気分になりますね。バンガローなだけにね。カーテンを開けて外を見ますと霧もやってますね。ここは南富良野金山湖畔キャンプ場のバンガローの中ですね。昨日はこうやってね、荷物をバンガローの中に広げて、ちょっとね、湿っていたものなどをね、乾かして寝てました。昨日上士幌のキャンプ場を出発する際に雨を避けるため、夜露で濡れたテント類をそのままね、収納したんで、ここで乾かして寝ました。これから水場へ水を汲みに行きますね。今回の北海道ツーリングからこのようにバイクをビニールのカバーでね覆って、夜露でバイクが濡れないように対処してます。これでね出発の準備がね短縮できるんですよね。これは地味ですけどとってもおすすめですよ。水場からの帰り道ね、地面見ると鹿の糞がねもうそれこそふんだんに散りばめられてるんですよ。これ踏んじゃったらそれこそ糞害だ。今日は北海道ツーリングの6日目、南富良野ですね。初日新千歳空港を出てから中類、阿寒湖、網走湖、そして上士幌、そしてこの南富良野に至る日々のね動画は概要欄にリンクを貼ってます。ぜひそちらからね見てくださいね。今日はこの南富良野を出発して南西の方角、できれば室蘭の方までね行きたいなって考えてるんですよね。バンガローの中でね煮炊きしますとまた水蒸気が出ちゃうんで、こうやってね外で朝食の準備始めました。バンガロー入り口のコンクリートの段をテーブル代わりにして腰の負担を減らしてます。朝食は味噌汁にオートミールにコーヒーです。オートミールはご飯と比べてカロリーが高め、食物繊維、ビタミン、ミネラル、タンパク質も豊富で、しかも水を吸ってボリュームが増すんですね。なので手軽にキャンプの朝食をとるにはもってこいのファストフードなんですよね。で今回これに着目して持ってきてみました。とっても便利です。味気ないっちゃ味気ないんですけど、まあ気にせず食べてます。今日の行き先の決め方なんですけれども、評判のいいキャンプ場のマップをこのように準備しといて、そっち方面に走っていってちょうどいいタイミングでいい感じのキャンプ場に届いたらそこへ泊まる、そんな感じで日々過ごしてます。ここは視聴者さんが教えてくださったんですけど、ラベンダーも綺麗に咲くキャンプ場だということで、次回はねぜひテント泊してみたくですね、キャンプ場内のテントサイトどの辺がいいかなーってね、立地などを今ね確認しつつ散歩してるところです。太陽が顔出すのを待ってテント類をよく乾かして収納して、これから出発ですね。結局ねなんだかんだ言って9時半になっちゃいましたね。こうやって太陽が差しますとね、青空、白い雲、山並み、透き通った湖面、緑のキャンプサイトに木々、ここはほんといいですね。また来たいです。はい、ちょっと名残惜しいんですが出発しますね。これから受付の管理棟へ行ってチェックアウトを済ませますね。はい、今チェックアウト済ませました。これから出発です。さあ出発、かぶじいさん。ゴミ箱にゴミを捨ててチェックアウト済ませて、はい出発しますね。ここはなかなかの高規格なキャンプ場で、ハイシーズンともなりますとね相当な混雑がするんだろうなと思いましたが、今回は空いててラッキーでした。金山湖に沿ってですね、この道道465号線を西へ向かってます。
ちょっと走りますとこの湖畔の展望台がありましてね、誰もいなくてやっぱオフシーズンは空いてますね。このように天気がいいと気分もね上向きになって腰の痛さもちょっと忘れてね、なんとなく軽やかな気持ちで走れますね。金山湖はこの金山ダムによって空知川がせき止められた人工湖なんですけど、すごい魅力的な場所ですね。ダムの内部が中空の変わった珍しいダム構造だそうです。はい、何やら鉄道をくぐります。こういう橋もワクワクしますよね。でもうっかり油断してるとね、突然鹿が現れたりしますからね。と思ったら、はい、道端に鹿がね、車と当たったんですかね。倒れてました。かわいそうですね。はい、ここで根室本線を渡りますね。ここはまだ伏線なんですね。大動脈だってことがわかります。で、ここから国道237号線に入りましてね、峠を越えてシムカップの町へ向かいます。この峠道も鹿が結構出没するということで要注意の道だそうですね。ここら辺はこういう空知川の支流にかかる橋が多くて変化に富んでて楽しいです。ここは峠道とは言っても長いダラダラ坂が続きましてね、ほんの数箇所カーブを越えるともう下り出すっていうね、のどかな緩やかな峠道になります。こんな感じですね。はい、久しぶりにバイクとすれ違って野営しましたね。で、今度はトラクターに手を振って挨拶します。いいですね。シムカップの村に入ってきました。アイヌ語の意味はとても静かで広く穏やかな上流の場所という意味だそうです。なるほどなと思いました。シムカップ村は北海道のほぼ中心に位置していて、札幌、富良野、帯広、苫小牧などのね交通の要衝になってますね。と JR 高速道路もあってね、道外からもアクセスのしやすい場所です。シムカップ過ぎたカブじいさん。シムカップ村を通過しまして、国道237号線をね引き続き南下してます。今日高山脈に沿ってね徐々にまた道が勾配登り始めてますね。ここずーっとね私幹線道路を走ってますけど、実はね山深くて裏道横道脇道っていうのがないんですよね、この辺って。はい、そうこうしているうちに新町へ入ってきました。ここもそのまま通過してどんどん太平洋を目指して南下します。ここね龍門橋ですね。ここで猿川を渡りました。今この237号はこの猿川に沿ってずっと南下していることになります。大きな川ですね。昔子供に読んで聞かせてた絵本で、自分の影が自分から離れて勝手に歩き出すって絵本があったのを思い出しました。面白い絵本だったなーなんてね、そんなことを思い出してます。もうすぐ太平洋側ですね。ビラトリの町まで来ました。ここで体に異変が生じます。カブじいさんチャンネルの紹介です。カブじいさんチャンネルは還暦を過ぎた私カブじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマにツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、さまざまな道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですがドンマインド。チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。はい、ここビラトリの町のね触れない鉄道記念館へやってきました。ここはねライダースハウスにもなるこの客車とかねデゴイチがあるんですけど、ここでなんと体に異変が生じるんです。なんとね左足に力が入んなくて、歩いているとねどんどん痛みが増しちゃってね、左足を引きずりながら歩いてるんです。ようやくバイクに乗りました。一体これ何が起きてるんだろうって感じです。これと全く同じ症状がちょうど今から12年前2011年の 3.11 の日ですね。東日本大震災が起きた日、海外出張から長距離国際線で日本に帰国した時ですね。もう飛行機からさあ降りようって客席を立ち上がった時、左足に全く力が入らなくて
歩けなくなってしまったんですよね。で、航空会社の方が車椅子を準備してくれて飛行機から降ろしていただきました。これは同じ姿勢でずっといることによる血流の障害、いわゆるエコノミークラス症候群なんじゃないかなって素人が勝手な想像をしてるんですけど、いや参りました。バイクに乗ることはできるんですよね。ただバイクを降りて歩くとなるとこれが痛くてどうにもならない、びっこで歩くしかないってちょっと困りましたね。12年前の時は1日寝てましたらね、足は治ってしまったんで、今回も一晩寝たら治るかななんてちょっと楽観的に考えてます。ちょうどお昼になりましたんでね、このセイコマートの丹野店に立ち寄りましてね、日高昆布のおにぎりと草餅をね堪能しました。丹野だけにね。当初室蘭のね方向まで行こうかなって思ってたんですけど、腰は痛いわ、足は動かないわで、このねてんてこまいの状態なんで、苫小牧で宿に泊まって回復を待とうと思いますね。なんとかなるんじゃないかなって考えてます。はい、そうこうしているうちに太平洋側へ出ました。ここはね富川町ですね。左側に初日に渡った猿川橋が見えてます。足までおかしいカブじいさん。このまままっすぐ苫小牧って宿に入るではね、ちょっとあまりにも寂しいですし、この足が痛いのは気になってるんですけど、ちょっとね心の癒しを求めてですね、苫小牧の手前広大な牧草地帯が広がるこのむかわ町の方へねちょっと外れて入ってきました。この辺は馬がね放牧されていたりしてとってもいい場所なんですね。道のそばで馬とね近くでお話できる場所へ入ってきました。はい、馬がね寄ってきてくれて嬉しいですね。なんかねひととき癒されました。昨年の北海道ツーリングでもこの苫小牧までの太平洋側の幹線道路を走ってたんですけど、まさか一本入ったこの奥のねむかわ町にこんなに広大で綺麗でのびのびとしたこんな素晴らしい場所があるっていうのはね知りませんでしたね。ちょっとね奥まったところへ入ってみるとこういう発見があってやっぱりいいですね。北海道を感じます。そしてこの公道を走る大きなトラクター、こんなシーンにも北海道を感じさせてくれます。どさんこの視聴者さんのお話では、この幹線から一本それた太平洋側のこの道は地元では抜け道として有名らしいです。日の光に輝く海原、海なし県人、埼玉県人のカブじいさんには格別な風景です。はい、ここから38号線幹線道路に戻りましてね、予約を入れた宿の方へ向かってるところです。今日は腰と足の状況から、あともしかするともう一泊するんじゃないかっていう気もして、駅からすぐそばのね、とても利便性のいいところに宿を取りました。宿の方にですね腰と足の事情を話して、まだチェックインのね2時間前なんですけど、もう部屋に入っていいですよって言ってくださいました。助かりましたね。でねこの時点では左足がこのようにねご覧の通り言うこと聞かなくなっちゃって、足がシートをまたぎきれなくなっちゃって困りました。なんとか降りました。左足までアウトのカブじいさん、左足ね引きずりながらなんとかね部屋に入ってベッドでとりあえず横になりましてね、足をねこうちょっと動かしたり揉んだりねさすったりして様子を見てるとこですね。もうほんと情けないです。私の様子を見かねたホテルのマスターさんが私のバイクね軒下に入れてくれましたね。助かりました。部屋に入ってからしばらくね横になってぐっすり寝た後ですね、このように左足引きずりながらこの宿の目の前のお食事処ちょこっとさんにね入って夕飯を食べることにしました。で苫小牧といえばこのホッキカレーライスが名物らしいんですよね。で食べようかなとも思ったんですが、連日カツカレーなんかね食べてましたんでね、もうカレーはちょっと今晩はもういいわと思いましてね、この焼き魚定食をねいただくことにしました。すごい美味しかったです。隣にいらしたね札幌から来たという方がね、どこからいらしたんですかとかね、
はい、埼玉から来ましたとかね、転倒して腰痛めましたとか、今足が動かないんですよとかね、そんな話をね、しまして、いやー大変ですね。気をつけてくださいよ。無理しないでくださいねって温かいお言葉かけてくれてね、心に染み入りました。久しぶりに夕食らしい夕食をね、いただきまして、ごちそうさまでした。夕飯の後、ここから一番近いセイコーマートまでね、また足を引きずりながら行きまして、明日の朝ね、もっと状況悪いとも動けないかもと思いましてね、今のうちに朝食とおやつと水分ですね、押し入れましてね、部屋へ戻ることにしました。途中ね、この北海道メロンモナカってアイスね、食べてみました。カブじいさんは北海道夕張メロンね、大好物でね、本当は夕張メロンバクッと行きたかったんですけど、このモナカでね、堪能させていただきました。で、宿に向かって歩いてましたらね、ここに大きな病院があることに気がつきましてね、明日明けたら病院行こうかな、どうしようかななんて考えながら宿へ戻りましてね、足が早くね、回復することを祈りながら、今日は早めに休むことにしますね。本日の走行距離は160キロでした。3日間連続で100キロ台ですね。明日朝明けたらですね、足が良くなってますように祈りながらおやすみなさい。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。毎週末の更新がちょっとじいさんには厳しくなってきましたので、可能な範囲で週末土曜日更新していきますね。どうぞよろしくお願いします。